いいか悪いかじゃなくて、そうですね。どれが好きですか？全部好きになった方が人生楽しくないですか？Map Japan Channel. Deep inside Japan. Interview to the best beer bartender, Mr. Shigetomi. 素晴らしいね。なんかもう先生ここが潰れるぐらいがいい。他のビールが全部美味しくなってここに来なくていいっていうのは。炭酸麦の味わいのバランスを整える2度、泡に苦味を吸着させてビールを甘くする3度です。これがやっぱり日本人ならではの独特の文化なんだと思う。いや、なんかね、今日は前回僕なんか縦で撮らせていただいたんで、横に撮らせていただくぐらいの気持ちで来たのに、また新しい価値観というか、感動をいただけるとは思わなくて驚いております。今超仮説ですよ。仮説。ものすごい仮説なんですけど、はい。日本のビールを継ぐ源流がどこにあるかって今考えてるんです。なるほど。どこ、源流ね。あ、茶道。正解です。あ、当たった。すごい。多分千の利休です。千の利休。流れを組めば。は器の中だけで単体を泡立たせて完成させるドリンクは、おそらく抹茶とビールしかないんですよ。ほー。カフェラテは蒸気を外から入れて泡立てるので、器の中に入ったものだけを泡立てるっていうのはビールと抹茶だけしかなくて、まあ沖縄にもブクブク茶とかありますけど、あれちょっと違うので、泡立てる意味が同じなんですよ。泡に苦味を吸着させて旨味を引き出すって意味です。抹茶が安いお抹茶って苦いので、泡立てると苦味泡に吸着されるのでお茶の旨味が出てくるんですね。で、千の利休には三千家といって、3つの流派があるわけですね。はい、表千家、裏千家、武者小路千家。これ流派がありまして、はい、武者小路千家って基本泡立てちゃいけない文化なんですよ。はい、ということは日本人のビールは泡立てない流派なんですね。で、裏千家は思いっきり泡立てるんですよ。これ2度継ぎ、3度継ぎですよ。で、表千家って見た目をとても大事にするので、これやっぱり1度継ぎなんですよ。なるほど。すげえ。なので、世界中のビール継ぎたちが日本にビールをもし勉強に来ていただくような文化が作れるとしたら、日本人にとってのビールを継ぐ源流はやはり千の利休なんだろうなと。深いっすね。深いですね。一度です。ありがとうございます。お風呂上がりの牛乳を飲む姿勢がとても爽快です。足は肩幅、手は腰、グラスはこの下の方を持ってもらって。はい、どうぞ。ありがとうございます。二口ぐらいの方が美味しいです。リハーサル用。そうです。これまで今まであそこにたどり着いた人。牛乳を飲む姿勢がとても爽快なので、足は肩幅、手は腰、グラスはちょっと下の方を持ってもらっていいですか。ちょっと背筋を伸ばして用意して二口ぐらいゴクゴクいきましょう。どうぞ。いい姿勢ですね。いい飲みっぷりです。それがのどごしです。このお店どうやって知られたんですか？僕は何年前か忘れちゃったんですけど、広島という時ビールが美味しい店があるっていうのを調べて、8年とかなる前でと思います。そうですかね。どこから来たんですか？僕は神奈川です。神奈川から？すげえ。重富さんのビール飲み。仕事が終わって。すごいですね。でも僕もそうです。出張で来てて。そうです。出張で来てて。勢いで。そうですか。素晴らしい。実際、やっぱここのしか飲めない味ってある感じですか？そうですね。やっぱ美味しいですよね。ありがとうございます。今日何頼まれたんですか？今日は今シャープ好きを頼んだので、次どうしようかなって考えてます。そうなんですね。素晴らしい。ありがとうございます。韓国の方が一番多いんですけど。本当ですか？なんかいつも来ても日本人で溢れてるなって印象だったんですけど。昨日は半分ぐらい韓国の方でした。そうなんですね。なんかどんどん世界に広がってるんですかね。当時も広島今韓国と毎日飛行機が飛んでるのと。なるほどなるほど。韓国の SNS で若干バズってるらしいので。やっぱりこれですかね、これが。やっぱり来た方がやっぱり SNS のしてそれをどんどん広がってるみたいなので。確かに。
私のアカウントでも、たまに韓国の、すごい大きな、100何万人もいるところからなんかちょっと載せていいですかみたいな来るんで、なんかどんどんね、世界に重富さんの素晴らしさが、ね、広がれば。いえいえ、多分ビールは世界中にあって、グラスに継ぐのは世界中にあるんですけど、そのグラスの中で味わいを整えるという文化は多分日本にしかないあ、そうなんですか。だと思うんですね。整える、どういうことなんですかね。あなたの飲みたい味わいに、うん、変えていくっていうんですか。変えていく。あ、それ、重富さんなんかね、その人によって合わせてるってことですか。それが日本の文化だと思うので、すごい。あなたによって、だから言葉を丁寧語、謙譲語、尊敬語もそうですよね。相手に合わせる文化ですよね。和服もあなたに合わせる文化なので、洋服ってサイズが合わなかったら着れないですけど、なるほど。和服は合わせれますよね。なるほど。日本人ってやっぱり合わせる文化なので、それを一つのビールで今あなたが飲みたいものに合わせると。これ多分日本の文化だと思ってるので。僕なんかちょっと今感銘受けたのが、前回も全然別のお話いただいて、すごいなと思って、今日また全然別のお話、すごいっすね。なんかそれがやはりなんて言うんでしょう、日本の、ビールはドイツから習いましたけど、それを継ぐという次の文化にしたらは日本だと思うので、これを世界中に広げていけたらいいなと思ってるのと、多分、ソムリエだったら多分フランスとかイタリアとか勉強に行くじゃないですか。で、ウイスキーだったらスコットランドに。で、中華料理だったら中国に行きよるじゃないですか。そうですね。なので、ビールを継ぐというのは、皆さん世界中から日本に勉強に来てくださるぐらいまで日本のビールの継ぐ文化を上げていきたいなと。素晴らしい。日本の誇りですね。いえいえ。やっぱりありがとうございます。2回目。いや、実はもう何回か来てまして、多分覚えてらっしゃると思うんですけど、はい、何回目ぐらいなんですか？何回も、多分何回も。でも、ここに来たのはちょっとかなり久しぶりなんですけど、はい、多分数年ぶりぐらいかもしれないです。開店当初に結構。開店当初まだ狭かった時です。この辺ぐらいはしない。はい、あ、そうなんですか。コロナで広げたんですか。開店当初何年前ぐらいなんですか？あれ、何年ぐらい？14年前かなですけど、多分10年ぐらいは前からも来てたかもしれないです。あ、そうですか。じゃあ超ファンでらっしゃるんですね。ファンだし、ちょっとした人づてで、親戚の方と僕が知り合いで、美味しいのを飲ませていただけるということで、聞いてきたら本当に美味しくて、当時はちょこちょこ来てました。あ、本当ですか。じゃあ結構前回から間空いてきたんですか？今日来たのもかなり久しぶりなんで、相当ぶりです。味なんかより違いは？もう全然相変わらず飲みやすいな。今日何お兄さん？一度の次ですね。一度の次。かっこいいですね。男は一度でやっぱ。夏ならもっと損もいっちゃうからですね。今日冬だからちょっと3回ぐらい分けちゃってましたけど。確かに。はい。美味しいです。素晴らしい。戻せっていうのは無理じゃないですか。でもビールだけなら戻せるかな。深すぎる。すげえ。なるほど。で、どんなに職人さんが心を込めて料理を作っても、お客様が一番最初に口にするのはこっちなんです。それは重富さんの中でこっちだけを使わない理由っていうのは何ですか？こっちにはこっちの良さ。こっちにはこっちの良さ。それはどっちの良さも最大限に生かしてっていう。両方ないと出せない味がある。包丁で言うと、出刃包丁と柳刃包丁だと思ってください。それは良さは別にあるから。その二つがないとお刺身作れないですよね。なるほど。で、ビールって多分世界に何千種類ってありますよね。なのになぜ日本は継ぎ方もビールサーバーも一種類しかないんですかって話です。これしかないですもんね。で、継ぎ方もそれしかないですよね。なぜでしょう。お米はすべて炊き方違いますよ。確かに。違いますね。確かに。風数も違いますね。なぜビールはに誰もおかしいと思わない世の中がおかしいと思ってるので。考えたことないな。確か
ある意味料理って足し算なんですよ。うん。何か合わせていくの。でもビールって実は引き算なんですよ。どういうことですか？泡立てで炭酸を飛ばすだけなので。泡立て炭酸を飛ばす。あと何も加えないです。ああ、だから引き算なんですよ。加えはしないですね。ビールってもともとの時点で発泡してるから、それを要は飛ばすだけしかない。そうなんです。カクテルは混ぜますけど、生ビールはグラスの中にどう泡立てるかだけで味わいを作っていくので、ある意味引き算という究極の料理ですよ。お刺身も基本は引き算なんですけど、最後にわさびと醤油足しちゃうから足し算なんですよ。ビールは引き算だけで仕上げるという。すごい思ってたんですね。僕も居酒屋で働いてる時に、こうビールスタンドってこれがそうかわかんないですけど、どっちに傾けるかで泡が出るか。そうですよね。はい。今のビールさんは液が出るかって言わなくて、なんでわざわざ泡を入れるんだろうって。特に上司とかに連れてくと泡が多いとか、なんかいろいろ言われる。そうやったら液体が多い方がいいのに、わざわざ泡を入れて出してたんで、ずっと疑問だったんですよね。確かに。どちらが口当たりがいいかということですね。口当たり泡がない方がダイレクトに感じるんですけど、やはり苦味と炭酸をダイレクトに感じるので、それがビールが好きな人にとってはいいんですけど、苦手な人にとっては口当たりがダイレクトすぎるので、泡があった方がその一口目が口当たりというか、それな気がしてました。人当たりも一緒です。人当たりがいい人はどんなにきついこと言っても入ってきますけど、人当たりが悪い人は何言ったって入ってこないですよ。泡がある方が柔らかいんですね。ビールってまず味の前に口当たりなので、まずは見た目です。見た目、口当たり、喉越し、初めて味わい、後味なので、いきなり味わいから入りたい人は泡がない方がいいです。でも口当たりという、木綿豆腐と絹ごし豆腐の味の違い言えますか？言えないですね。硬さぐらいしか。それ味じゃないですよね。なぜ木綿豆腐と絹ごし豆腐が日本にあるかは、口当たりの違いですよ。確かにね。やはりビールもやはり最初が苦味と炭酸があまりにもきついので、泡もきれいに乗せないと意味がないんですけど、それととても口当たりが滑らかになるので、その泡を通してビールがスーッと入ってきて、泡とビールの一体感で楽しめるという一つの味わい。これがおそらく日本人にとって一番ビールを飲むのには美味しいだろうというのが、大部分。なので、今日入ったバイトの方も告げるように、今のビールサーバーはビールと泡が別々に出てくる。なるほど、すごい。で、あと見た目もやっぱり7対3というのは黄金比なので、誰でもって言ったんですけど、まずベース。できるように泡がだけが出る。なので、泡がない方が好きな人もいれば、泡がある方が好きな人もいるし、その日の気分によって違う時もありますよね。真冬に麦茶飲まないですよね。なるほど。夏にごくごくみたいです。なんかすごい、なんかスッて思いました。長年、学生の時の疑問が。なので、泡を変えるだけでビールの口当たりは変わるので。だからこう、タイトをさらに分けて。これはなんでこっちからこっちになったんですか？継ぐのが難しいからですね。これ今日入ったバイトの方も5分で継げますけど、これそこに書いてあるんですけど、泡切り3年、次8年と言われるので。難しいんですね。こっちだと、泡は泡で出せないって。出せますけど、エイヤーで言うと、オートマチック車と F1 からマニュアルに近いような。オートマとマニュアル。だから、2速で引っ張るか3速で引っ張るかは、好みに合わせれるということです。オートマはできないですよ。そうです。もう1か0かな感じです。でもオートマだと誰でも運転できますけど、F1 カーは誰でも運転できないですよ。大事故を起こしますよね。ある意味ビール大事故を起こします。傾きが5度違う。1センチ高さが違うだけで全部味が違うので、こっちは
きちっとつけばもうほぼ誰もが同じ味になりますけど、すげえ深。今うちの弟子と毎晩やってますけど、なぜこれが味が変わるのかっていうのが未だによくわからない。美味しいんですよね、しげとさんのビール。不思議なんですよね。初めて飲んだ。まあ僕はあっちで初めて飲みましたけど。それは多分見た目、口当たり、喉越し、味わい、後味を全部使ってるからです。すげえ。あと、アンテナを立ててもらってるからです。ああ。どういうことですか、アンテナ立ててると。この部屋一周こうぐるーっと見渡してもらっていいですか？見渡す？はい、見渡しますね。はい。で、赤いものがいくつありました？お、2つですよね。じゃあ赤いものを意識して一周回ってみてください。ああ。草がありますよね。そうですね。これをアンテナを立てるということです。あ、なるほど。なのでビールを飲むときに、どこに注目して飲んでくださいを僕必ず言ってるので。ああ。あ、確かにね。綺麗だとか。喉越しだとか、風呂上がりの牛乳だとか。そこです、多分。深すぎて。だからよりさっぱり感じるし。より分かりやすくなる。で、喉越しとかっていうのは体感覚なので、味わいって人それぞれ味覚違うじゃないですか。なので、美味しいのと美味しくないのは人によって違うんですけど、体感覚は感覚なので、人によって変わらないです。特にビールの喉越しは体感覚なので、今の味覚は50年前の日本人と今の日本人が多分変わってます、食文化の違い。でも体感覚は50年前の日本人と今の日本人変わらないですよね。指つねった痛みは50年前と今どっちが痛くないでしょうってなんかないですよね。ということはビールは喉越しだっていう言葉が生まれたのは50年から60年前なんですよ。その時のビールっておそらくスイングガウンで超好きなんですよね。そのビールを飲んだ日本人がビールは喉越しだっていう言葉を生み出したはずなんです。ということは、今の我々も体感覚は一緒なので、喉越しを楽しめてるっていうだけの話。面白いですね。深すぎても。Great! You watched unto the end. Please watch newest and recommended video.